私大学で初めて、乗馬を始める学生を教えてるんですが、120の奥差を飛ぶときにキザが空中分解する子が非常に多いんですよ。それをこうどうやったらより早く随伴ができるようになんかいいアドバイスありますか？ For me, when you see a rider's upper body fall forward, it's usually a weakness in their lower leg. 空中でじゃあ上半身がこう前にのめっちゃったりする人は大概足の筋力が足りてないっていうふうに思ってるんですね。Try and feel that this muscle below your leg, that's the part that's got to lock you into your horse. その足の内側をしっかり使ってこう締め付けることでバランスを保つ、そういう筋肉が。So any rider that's falling forward with their position, most of the time it's not a problem with their upper body, it's more of a problem with their lower leg. それで上半身がのめっちゃうライダーっていうのは大概の場合上半身の力が足りてないんじゃなくて下半身の締め付ける力が足りないんじゃないかっていう。And that would be usually the place that I would start, to really making sure the riders are connected and strong with their lower leg, and that actually holds them upright. しっかりこの下半身の特にこのすねから下の膝から下の筋肉をしっかりつけて、それしっかり締め付けて体のバランスを保つ、そういうその辺から気をつけていくのが順番としては自分だったら。The other major issue I see is riders think or try to do too much with their upper body over the fence. あと他に考えられるのはバランスじゃなくても乗り役自身がもう自分でこうやりすぎてしまう、こう状態をこう前にしなきゃみたいな、こう馬と一緒にみたいなことを考えすぎて状態がのめってしまう場合も考えられます。And really the good riders actually don't move that much. As they're in the air, they can sort of hold their position in the air. And where a greener rider feels like they need to throw their upper body too much. 本当にいいライダーっていうのはね、空中でほぼ動かずに、ぶれないように動いてやってると思うんですけども、ちょっと未熟なライダーこそなんかこう馬にこう譲ってあげなきゃとかやりすぎちゃってこう上半身が前にいって手を譲りすぎちゃうとか拳譲りすぎちゃうとか、そういうことがあると思います。いいライダーは上半身ぶれない。サラブレッドでちょっとトレーニングしてる馬が1頭いまして、でその馬で今日のようなジムナスティックコンビネーションを、やってるんですけども、どうしてもコンビネーションの時にコンビネーションの途中のところですごい急いでしまって緊張して急いでしまってで足を引っ掛けるっていうのがすごい多いパターンで、そういう馬だとコンビネーション中は乗ってる時バランスを戻すっていうのはそうなんですけど、どういうふうに乗っていったらいいかなっていうのをちょっと聞きたいです。お願いします。そういう馬は多分かなり多いと思うんですよ。こうやって急いでしまう馬っていうのは、そういう馬にはやっぱりこの多分ウォームアップの時点からこうそういうのを意識した練習をして、で例えばこの障害飛んだ後に、皆さんにもやってもらったように停止する、そういう練習をしたり、あとは巻き乗りしてちょっとサークル輪乗りなり巻き乗りしてちょっとゆっくりバランスを整える、そういうような練習をして馬にこう障害の後急がなくていいんだよ、止まったりゆっくりしていいんだよっていうふうに教えていくのが有効なんじゃないかと思います。そうやって乗り役がこう、障害の後に何かやらせる、止めさせるだったり巻き止めさせることによって馬自体がこう飛んだ後にこれから乗り役が何か求めてくるなっていうふうに覚えさせる、それを繰り返すことで馬が次の指示を待ったりちょっと馬にこれはどうしようという考えさせることができる、そういう癖をつければ馬がこう、急ぎすぎたりこうただ飛んでみたいにならないようにっていういい癖がついていくんじゃないかなと思います。特にねサラブレッドみたいな動物は本当にねもう障害を受けるとか飛んでもうどんどん前にみたいにそういうのが気質がもう染みついちゃってるんで、それをうまくともうゆっくり時間をかけて優しく教えてあげる、こう障害の後はもう一回こう戻るんだよってゆっくりスピードを落とすんだよっていうのを教えてあげる、そういう地道なね練習が必要なんじゃないかと思います。ありがとうございます。今日の1クラブ目の方の午前中の方の馬なんですけれども、The first was the fasting. The young horse, yeah. なんですけど、踏切が遠いと飛べなくて近くないと馬が飛びついてくれなくて、遠いとちょっとすくんでやったりとか止まっちゃったりとかってなるんですけど、そういう馬の場合のトレーニングっていうのはどうしたらいいのかな。I mean, to be honest,
the horse that he's riding this morning is still a very green horse. 高橋さんが最初乗ったのはまだまだね、本当に若くて未熟な馬なんで、そういう長い、踏み切り長く取れないっていうのは大体こう自信がない、ちょっと不安だって、不安に思ってるってそれが現れたと思うんですよ。それぞれの馬にやっぱこう長い方がね、飛びやすい馬とやっぱ詰めていった方が得意な馬があって、それぞれ苦手な方を練習していかなきゃいけないんですけど。Most thoroughbreds 大概のね、サラブレッドなんかは特に普通は結構長い方が得意な馬も多いんですけど、そうやってね、馬によってはこう短い方が楽で、詰めていった方が楽で長いとこ飛べない馬っていうのもいて、そういう馬でどういう練習したらいいかというと、大木またぐみたいな、その間の間隔をどれだけ詰めていくかみたいな、そういう地道な練習がこういかに長いこうより伸ばして飛ばせるっていう意味では、効果的な練習になるんじゃないかと思います。皆さんに理解してほしいのは、このね、こう馬を調教して作り上げていくというのはものすごく時間がかかる作業なので、魔法のようにこう一晩でこうなんかできるようになったりとかっていうことはないんで、一つずつこう積み木を重ねていくように積み上げていくしかないと思うんで、地道にやっていくしかないと思います。ありがとうございます。クラスアップですね。馬によって、引退競走馬、4歳、5歳、6歳ある中で、小上がりな馬もいれば早く成長をつかむ馬もいると思うんですけど、総合だったら6歳からワンスター走れると思うんですけども、例えば分かりやすく障害で言えば、どんなに馬が良くても100竜は5歳までで止めておくとか、ボイドさんの中でその基準みたいなのはありますか？ So for me, I always think you're better off taking a little bit longer than you think. ポールさんにとってやっぱり、心がけてるのは十分に自分が思っているよりもさらに長めに時間を取ること。基本的にその今のレベルでもう本当に体に自信を持って回れて、もう退屈になるぐらい、もうそれぐらい自信を持って回れる時になって、それでやっと次のレベルに進む、そういうぐらいでいいんじゃないかと。本当にしっかり時間をかけて自信をつけさせていって、しっかりもう十分だろうって、本当にもう退屈になってくるぐらい、それぐらいになってから次のレベルに行くのがボイルさんのやり方。So in America or in Australia in eventing there's about 6 levels of eventing. So 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, and prelim, training, novice. So there's 7. アメリカでは6段階の、クラスがあるんですけども、If I start eventing a horse at 4 years old, 4歳でね、総合の馬を始めたとして、then I do 1 level per year. So 4 years old at novice, 1年に1つずつのグレードで、 for 5 years at training, 1年、4歳の時にノービス初心者用で、5歳の時にトレーニングレベルっていうんですね。 and then 6-year-old or a 7-year-old for 1-star, 6歳か7歳で1スター、 and then a 7 or 8-year-old for 2-star, 7歳か8歳で2スタ and then I spend 2 years at 2-star, ーで、2年間は2スターで and then 積み重ねます。 when they're 9 or 10 they can go 3-star. 9歳か10歳になって3スターに上げるぐらい。 And I believe if you do it any faster, それよりね、もちろん早く間から上げていって、なんとかなる馬もいるかもしれないんですけども、それ馬にしっかりそのまでの訓練が染みついてないっていうふうに考えるので、しっかり時間をかけて、 and I think to have a really confident horse at その上のレベルで10歳になって 5 or 6 years, こうしっかり上のレベルで自信を持って戦うには、それまでの5年6年の積み重ねが非常に大事になってくると。 because I believe 例えば競技会で、止まってしまったり、馬がやめてしまったりしたら、それはそのレベルを上げるのを間違ったと、それまでの訓練が足りてなかったという現れだと思うんですね。 so my belief で、モイルさんの考えとしては、本当に正しいレベルアップをしていれば、クロスカントリーで全く減点をもらうことなく、そのキャリアを終えることができるはずなんですね。 and I've only done it with 2 or 3 horses in my life where they've had their whole competition career with never stopped. 今までボイルさんの実際の中で2、3頭しか全く止まることなくやったのはいないんですけど、And I've screwed it up a fair few times. で残りは全部失敗したっていうことですつまりね、急ぎすぎて失敗したっていうことなので、そういうセオリーでやってるそうです。 The fastest way is to go slow. 一番の近道は遠回りだっていう、それがもう一度ボイルさんが言ってることなんですけども、急いで上に上がるに一番早い道は遠回りをしてしっかり時間をかけて積み重ねること、それが持論だそうです。
A rider that rushes the horse up the levels always have to bring it back to lower level to get its confidence, then they go back up and then they have, you know, like it's a... 急いでクラスを上げてしまうとその上でどっかで引っかかってで結局ね下に下げてちょっと自信を取り戻せてでまた上げてってでまたどっかで失敗したらまたクラスを落として自信をつけさせてってやると結局もっと時間がかかってしまう。だから一番の近道はゆっくり時間をかけて自信を積み重ねてあげること、それが一番の近道だっていうふうに。And it's my belief too that if you are slow to take the horses up the grades, there is a much higher chance of you winning. And everyone loves winning. And you know, if you just take a little bit more time, you should win more because it's going to be too easy. ゆっくりね時間をかけてこのグレードを上げていけば上げるほどもちろんその分ねそのクラッシュは簡単に勝てるはずなんで、もちろんみんな勝つの好きだと思うんで、そうやっていっぱい勝ってこうしっかり自信をつけてクラスを上げていくのが一番なんじゃない。We want to practice success, practice winning. で成功の練習をするっていう意味で、Not just completion. やっぱりこうねただこの上に上がっていくっていうだけじゃなくてここ一日しっかり成功して少しずつ上げていくっていうのは。サラブレッドはやっぱり緊張しやすいんでやっぱり故障とかも多くなると思うんですよ。で、今日みたいなトレーニングで、馬をリラックスさせて、そういった予防にもつながると思うんですけど、他にボイドさんが予防、取り組んでる予防とかなんか方法っていうのは何かありますかI mean, I think 結局大事っていうのは大事なのは全体的な管理、馬に対する管理であって結局馬をねこう調教して作っていく上で乗るっていうライディング乗る部分っていうのは非常に、一部でしかないっていうものですね。So when I say management, we're talking about 今言った全体的な管理っていうのはもう本当に全て含んでて、例えばどういう鉄を打つかとか、もう馬場状態だったり、この陸上の場所っていうか、馬場だったり、そういう小さいことの積み重ねでがやはりこの怪我の予防につながるので、そういう全体的な管理っていうのが大事になってくると思います。And I just wanted to also just jump in there and a couple people last night talked about what makes a great rider. 昨日皆さんと話しててどんなね資質がいい乗り役を作るのかという質問を受けたんですけど、 The number one thing to become a really, really good rider is ambition. 一番こうねいい乗り役になるために一番大事な部分っていうのはなんていうか野望っていうかこうね目標高く So when I say ambition, a rider that has this goal or this dream or this drive, this is what I want. This is, and they have a clear understanding of this is the competition I want to go to. This is what I'm striving for. もっとやっぱり目標をしっかり持って目指すべきものを見つけてどれだけそれを欲するかっていうそういうどれだけ上に行きたいっていう気持ちが強いかそういうのだと思うんですね。The second most important characteristic in a rider is emotion. で2つ目はいわゆる感情だと思うんですね。And when I say emotion, that is a rider that when something goes wrong, they don't have a tantrum and quit. この感情って気持ち気質としてやっぱり何かこう失敗したりうまくいかなかった時にすぐに諦めない投げ出さないそういうA rider with their emotion when they get tested and they're nervous at a competition, they don't shell up, they get stronger. あとはこうね競技会のプレッシャーとかの中で自分の気持ちをコントロールしてそれで緊張するんじゃなくてそれでもリラックスしていいこう楽しみに思えるぐらいの強い気持ちで競技会に挑めるとかそういう気質感情をコントロールするっていうことだと思うんですけど。You know, an emotion like have something terrible go wrong, like your horse dies, and have the emotion to keep, you know, to not sort of disappear and go do something else because you're upset. 例えばね自分の馬が例えば死んじゃった時とかでもそれでただこう自分を下げてこうなんか悲しくなるんじゃなくてそれでも次に向かって強い気持ちでまた向かうそういうような感情気持ちを、持つっていうのは必要な資質じゃないかと。The third most important thing is management. We've just discussed management. あとさっきも出てきたんですけど3つ目に大事なことは管理能力。
being able to make sure that you manage all these things that contribute to your horse's health and his longevity. 管理能力っていうのは本当に馬のことも含めて自分の馬に対してどういうねさまざまなねいろんな、左右する細かいことがいろいろあると思うんですけどもそういうのをしっかり管理して、馬がいかに長く、活躍できるかっていうそういう細かいところまで気配りして、管理する能力っていうのも必要だと思います。The fourth most important thing is selection. 4つ目は選択。A rider that can select the right horse and select the horse that they think it could have the potential to be great. で選択して本当にいい馬これから本当に素質を持った、素晴らしい馬を見つける、選択する能力っていうのも必要になってくると思います。Selection also is selecting a coach or a mentor that you believe is the right person to get you to your dream. この選択っていうのは馬のことじゃなくても例えば自分の師匠自分にとって一番、目標とすべき師匠だったり、見本になるさっきも言ったように見本になる人を見極める能力それも含めての選択の能力が必要なんじゃないかと思います。And the fifth most important characteristic to have is natural talent. 5つ目に大事なのはもともとの素質というか才能ですね。Which a lot of people would think would be number one, but たくさんの人がねこの才能が一番大事なんじゃないかって思うかもしれないですけど自分にとっては5つ目ぐらいで全く一番ではない。Natural talent is the fifth most important. この中では自分の中で一番低いもともと才能なんてものはこの5番目ぐらいに重要なことでそれより他の4つの要素の方がよっぽど重要だと思います。Yesterday, my mom was doing, the 2 stride, 3 stride, 4 stride runs. How many meters is it? First speaking. How many meters? 昨日2歩4歩の練習したときにお母さんが2歩4歩の練習したときに何メートルあったかっていう質問なんですけど。To be honest, a lot of those times I just don't even count a number. I just put 2 jumps in. 正直言ってボイドさんこの障害設置するときにほとんど数えないそうです。And its important thing is because I think the Japanese people are very calculated. 日本人は細かいところが気にしすぎるっていうふうにざっくり言うと言ってます。Like in your culture, everything's very 文化的にね全部きっちりこれは何メートルここは何みたいに従うと思うんですけども。But in riding, you also need to practice natural feel. で乗るときはそういう数字とかじゃなくて感覚と自分のね自然な感覚を大事にしてほしい。You must also have just this natural instinct of your body being able to feel if something's short or feeling if something's long without a calculation. センスとその瞬の判断そういうのが乗る上で大事なんじゃない。What I do sometimes, like if I was building that course that we built today, this afternoon at home, I wouldn't measure any of the distances except the combinations. 特に今日のコースでもコンビネーション以外はそのダブルのコンビネーション以外は多分数えないで。And I think sometimes it's good just practicing being in the moment and trying to figure something out while you're doing it. それでやりながらその中でどういうふうに対応していくかっていうのを自分の中で見つけていくのも重要なことなんじゃないか。And so that you're always sort of working on your natural instincts, but then also having this technical, calculated aspect to your riding. You've got to have the two parts. もちろんそれもどっちも大事でこうやって今度ねセンスとか感覚を磨くことも大事なんですけどもその一方でもちろんそうやってねしっかり数えたりとか計算したりとかそういうのももちろん大事です。両方大事になってくると思うんですよ。Interesting, the first video we saw Andrew Nicholson. 最初に見せたアンドリュー・ニコルソンっていう方なんですけど He's dyslexic 識字障害 and can't count. 数えられないです。最初に乗ってた。 So when you walk the cross-country course with him, he doesn't count the 例えば strokes. クロスカントリーコースとか歩いても数えることができないんで計算できないですね。識字障害っていうんですかアンドリュー・ニコルソンさん持ってるんで数えることができない。So anyway, to answer your questions is, it's every now and then just put rails out on the ground, and when you're riding around, you're trying to feel
how many strides they are. まあね、だからそういうさっきの、まあ、質問に対する答えじゃないですけど、まあ、とりあえずこうやって応募を置いて、とりあえず適当に置いた中で、その中でどういうふうにマネージしていくか、どういうふうにカンプを入れていくかとか、そういう練習も大事なんじゃないかなと。I think it's also important, guys, is when you're walking the course at the competition, you know, like we did today, is understand how many strides, if it's long or short, but then also watching other horses go through and getting an understanding if it's riding and the horses are reading it like we predict they will. だって歩いてこう距離を確認するのも大事なんですけども、それと同時にやっぱ他の馬がね、そのコース走ってるのを見て、それで自分の予想通りの動きなのか、それともちょっとね違う反応を見せてるのかとか、どういうふうに調整するのか、そういうのをしっかり見ていくのも大事なんじゃないか。You think about the course there, how we did the oxa and 7 strides down to the 2 verticals. さっきのね歩いたと思うんだけど、オクサーから7歩で2つの垂直のコンビネーションのところとか。That one will be interesting for me. That might ride in a 6, and I told everyone 7 strides. 非常に興味深いところで、今確かに今日7歩って言ったんですけど、もしかしたらね6歩の方がスムーズに入るかもしれないですし。So we'll just watch the first group and. でやっぱ最初のグループ見て、それでね。And then you know. We'll see if it rides better in 6 strides or 7. 6歩の方がいいのか7歩の方がいいのか。My guess is better in 7, but I might be 自分の予想ではね、7歩の方がいいんじゃないかと思ったけど、もしかしたら間違ってますし、そういうのやっぱり、見ていいね。But it could go either way because it walks 6.5 strides. で、実際の 6.5 歩だと思うんで、どっちに転がってもおかしくないと思います。Thank you. Thank you.